レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。もう今日は七夕か。通りで街中に笹がいっぱいあるわけだ。みんなどんな願い事してんだろう。ちょっと見てみるか、これとか。何上腕二頭筋がもっと大きくなりますように、プロテインがもっと安くなりますように、程よい筋肉痛が長続きしますようにって、なんだこの笹。これ一体誰が書いてんだよ。俺だよ。びっくりした。ぬっと出てこないでよ。でこの笹の願い事は全部兄ちゃんの願い事ってわけ。当たり前だろ。いや強欲すぎますね、それは。さすがにね、願い事はね、一つにした方がいいんじゃないの？んなことねえだろお前。こんだけある方がお前熱意が伝わると思うんだけどな。いや兄ちゃんの筋肉に対する熱意は伝わったけど、さすがにこれはちょっと欲深すぎるんじゃないの？だからそうか。どれか一個にしたいで。じゃあこれだな。何にしたのかな。3億円当たりますようにって。こういう結局こういう願いかよ。だってさお前も単独持ってんじゃんよ。じゃあお前見せてみろお前。見ないでよちょっともう。ゲット何だねお前。これからも掛け声教えてもらえますように。陽介くそ、今日も早く教えろよバカ野郎。お前これ今日いい掛け声ご馳走しなきゃじゃねえかお前。隠してたのに。じゃあ聞いてくれよ今日も。最近調子いいか。今日の掛け声はこれだ。あいあいあういおおあんあういうおあおい。なんかあいあいあういおおあんあういうおあい。わかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。限りある世界の中での愛は深い。マサラカマサラカいや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカスパイエアのマサラカ。時刻が夜8時30分もありました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバスラカをお送りしていく。当たったでしょ。七夕でしょ。織姫と彦星でしょ。でもまあいいよかったよ。深い。答えは街中にある人の短冊、見るの楽しい。そうか。見たことないな。見たことないんだけど。そうなんです。今日七夕ですね。はいなるほどね。4月7日は、七夕、彦星と織姫が天の川を渡って1年に1度だけ会うことが許された日。七夕には短冊に願い事を書き、笹に飾る習慣があります。笹は強い生命力を持ち、風に揺れる姿が美しいことから神聖なものとされ、笹の葉の音が邪気を払うと信じられ、厄災から守る役割を果たすと考えられていました。そのことから短冊に願い事を書いて笹に飾ることでその願いが天に届きやすくなると信じられており、短冊に願い事を書いて飾るという風習ができます。なるほだね。なんかいいね、綺麗でいいね。書きたい願い事ありますか？ない。いやある。あるの。何。健康長寿、金運。もう強欲。もうまさに強欲。長寿は別にいいな。健康幸福、金運。いや強欲。強欲が過ぎるって。それは本当に。まあでも一番健康だね。まあね。1健康、1健康、2に幸福、2に幸福。まあ自分の周り。3で子がなくて。3に3子がなくて5に自分だけの金運。いやだから強欲。後回ししてんじゃねえっちゅう。強欲や本当に。まあでもいいよね。俺なんかさ、ちょっと前まではやっぱり1年に1回しか会えないことに対しての荒探しみたいなのあるじゃん。この七夕のさ、なんかこ
なんだよ1年に1回しか会えないってみたいな、うん何が面白いねん七夕みたいなさのがあったわけちょっと、はいはいそういうなんかね歪んだ天の弱いや天の弱ななんかでも最近はねちょっとロマンがないなって自分に思い始めてそういうことって綺麗な事柄に対してなんかそういうのってさ良くないなって最近思い始めて、そうロマン大事だよ。そうでもクリスマスとかは別に好きじゃないですよ今でも、その企業の戦略だからあれは七夕はね、そうやっぱ古のさ、そこまでなんかこうビジネスを感じない。そうなんかこういう綺麗な元があって昔からそうやって信じられてきたみたいなことに対してはやっぱり素敵だなって素直に思えるように最近なってきたなって。なるほどね。でこれはすごいいいよね七夕ってだからって最近思います。なんか給食に七夕ゼリーは地域差あるのかって話。知らない。まず七夕ゼリー出てきたことあったけどわかんないわそれが。これがゼリーになっちゃうとビジネス感じる。別に学校ではいいよそれはさいや子供たちを喜ばせるために考えたことじゃん。それは別にいいよ人から金をむしり取ろうっていう戦略ではないからそう別にそこは何も感じないよでも俺はねなんかケーキが出てた記憶あるんだよ。スポンジケーキ。ケーキなんだね。そうスポンジケーキだった気がする。それ珍しいの。なんかあるかもね地域差は。これは地域差あるもしかしたらね。じゃあリスナーさんからいただいたメッセージも紹介しましょう。お願いします。ラジオネーム椎名さん。はい、ありがとうございます。長時間のフライトお疲れ様でした。はい。皆さんフライトへ向けて機内対策グッズをいろいろ持ち込んだり体のメンテに当てたりしていたと思いますが、あってよかったものをしておいて正解だった、もしくはこれもあったらよかったと思った機内対策はありますか？健太さんのインスタグラムのストーリーにあったヨギボーのネックピローは活躍しましたが、年内にヨーロッパに行く可能性があるので教えていただけると助かります。俺はねないのよ。何も持ってってないのよグッズをね。今回もみけんがなんか重装備。いやでもユージとかも重装備じゃなかったなんかさこの首のさ何このネックピローのこうなんかポンプでさエアー送るみたいなのついてたけどユージのやつそれガッチガチに固めるやつでさ首をもみけんなんか足になんかバッテリーついてたよね。そうバッテリーついて何それみたいな血流良くするみたいなね。でもなんかね俺今使ってるネックピローがね超しいんだよ。へえ。あれなんてやつだったっけな。俺ネックピローがあるとダメなんだよな。でもねそれねいわゆるふわふわじゃないの。もうコルセットなのほぼ。あれなんてやつ。これだ。アルファベットで CABEAU のトラベルピロー。へえ。それが調子良かったんだ。固まるの。いや俺人力で固まってるからさ割と。だから、俺よく寝落ちした時にこうなって首がいろんなとこ動いちゃうから、それで首痛くなるの。だからもうかかってもここで固定されて、そっからこうなってもこんぐらい。横にもちょっとしか動かないんだ。あとあれね、ピップエレキバン。なんかめっちゃもみけんとかも貼ってたしね。陽介も貼ってるし。なんか一回ライブ中につけっぱにしてて、スタッフが怒ってた。エレキバン写真に写ってんだけどそれはダサいわ。よくないわ。まあでも長時間のフライトね、気をつけてください。いろんなところ壊すんでね、やっぱミスると危ない。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後夜9時までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで Just Like This 2025よりリバースでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決していやそれあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週も皆さんの友達から聞いた恥ずかしい話届いております。ラジオネームキュウリ主人。はい、ありがとうございます。健太さん、ゆうすけさん、こんばんは。こんばんは。これは友達の若い頃の話。
友達は成人したばかりで、うんお酒を飲めるのが嬉しい年頃でした。はいはい。その日も友達は友達を誘って飲みに繰り出しました、うん。見たことのない数々のお酒、はいそれは飲みました。気づけば駅のホーム、鳥のさえずりが聞こえていました、一瞬夢かと思いましたが完全に現実。右腕がしびれるなと思い右腕を見ると知らないおじさんと肩を組んでいましたなんじゃこりゃと思いおじさんに声をかけると、もう朝か、うわ失礼しましたと言ってそそくさとおじさんは帰っていきました。友達は状況がよくつかめませんでしたが、とりあえず家に帰って寝ようと思い家路に着きました、はい。そして意識がはっきりした頃携帯を確認すると、うん谷口のおっちゃんと書かれた知らない連絡先がありましたしかし誰かもわからないのでそれから連絡をすることはありませんでしたが、友達が想像するに肩を組んで寝てたのが谷口のおっちゃんだったのではないかと思ってるそうです。お酒はほどほどにねという友達の話でした。いや最高だねこれ。おもろ。おっちゃんも覚えてないんだねね。おもろすぎるでしょ。いやまあでもあるだろうね、その最初お酒飲めるようになってからの、あれってなんで記憶消えんだろうね。まあでも2回目以降はなんか自己防衛っていうけどね、1回記憶が飛んじゃうと、そのこのぐらいで記憶を飛ばした方がいいっていう、そのだから脳が良い記憶だと判断しないようになっちゃって、切るっていう。そういうこと。そうらしいよ。だから1回記憶が飛んだことある人は、その後どんどん飛びやすくなっていく。そこの飛ぶスイッチが入りやすくなっちゃうらしくって。なるほどね。いや俺もねひどかったんだよ本当に、記憶飛びが。そうね、陽介結構。でもね割と、ちゃんと一人で帰ってる。はいでちゃんと、まあその夜遅くまで飲むとさ、うん、タクシーで帰る羽目になるじゃん、そうね。ちゃんと家の前で降りてる。まあそうだろうね。でちゃんと寝てるんだよ、まあでちゃんとコンタクト外して、メガネつけてる。偉いじゃん。でも何も覚えてないそれも悲しいけどねでもなんか俺思うけど寝てることの方が多いんだと思うんだよ。それなんていうの、まあたまにいるけどそのいろいろやらかしちゃう人、記憶がなくて、でもほとんどの場合は寝てるから記憶がないっていうのが多いと思う。だからタクシー乗るまでは記憶あるとかさ、っていうのもよく聞くじゃん。家に帰って記憶がなくなったとか、そういう時って大体寝てると思うんだよね。俺本当にね、断片的なのよ。もう起きてる記憶なんだそれは。へえ。断片的で、で寝てもないのよ。そうなんだ。でも記憶がないの。じゃあほとんどがそっちなのかな。いや俺さもう記憶が飛んだことがほぼほぼないから。で、それをよくやってたのね、何しろ東京に来たての頃は、友達いないってなって、もう誰彼と飲みに行ってでしてて、その時ひどかったのね。でもやっぱこう落ち着いてきて、もう本当に全く飲まない、打ち上げぐらいでしか飲まないみたいになった時に、まあ朝まで飲んだりするけど、最近は記憶飛ばない。いやそうなんだろうね。だから多分脳がリセットしてるんだよ。リセットするから、いやそうだね。そうかもしれない本当に。よかった、何事もなくてはい、続いて、ラジオネーム猫屋さんからいただいてます。健太さん、陽介さん、こんばんは。毎週お二人の楽しい、話を聞いてます、友達がバイクの免許を取った時の話なんですけど、教習でフットブレーキを使ってくださいとか、ギアは3まで入れてくださいとか、ここ30キロ出してくださいとか、いろいろ言われるじゃないですか。まあこれ言われるんですけど、あれってバイクの後ろにいろんなライトがついていて、その項目ごとにライトが点灯するシステムですよね。友達はそのシステムを知らなくて、教官がフットブレーキ使ってくださいと言えば使ってますと嘘をつき、次は30キロ出してねと言われたら、今出てないのをなんでバレたんだろう、プロはすごいなとか思っていたそうです。とても時間がかかりましたが、なんとか卒業し、免許センターに行った時、偶然同じ教習所だったことあい、おしゃべりをしていた時に、後ろのライトで全部バレていたことを知り驚愕したそうです。ちなみに友達は中型の、マニュアルにチャレンジしたのですが、一本橋から落ちる、スラロームの、パイロンは毎度なぎ倒す。
そしていつでもエンストして転ぶので中型ミッションを諦めて小型オートマに、途中で変えたそうです、今はバイクに乗るの、死ぬような気がして乗ってないとのことです。乗りたい気持ちはあるんですけどね、友達の話でしたと。スラロームって何？要はこうやってギュン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 、パイロンをこうなん蛇行運転する。はいはい、ドリブルコーンみたいな。でもそうこうなってんだ、教習所の。これは教習所のバイクはこういうことになってるってことだよね。そういうことなんで、試験官が見れるようにね。だよね。そうなってるらしい。いやでも俺こんなんあった、ついてたわ。確かにあった。だからなんか、たまに教習所でこう、さバイク乗ってんの見るんだけど、だからなんかあんな後ろ白バイみたいな。そう重装備みたいな。なるほどね。そう中型のミッションって難しい。難しい人には難しいかも。ハーレーは大型？大型です。はい。じゃあ俺はハーレーに乗りたいんだったら大型免許ミッション。そう。マニュアルです。なるほどね。オートマとかないんで、ハーレーは。やっぱ乗りたいな。いやいいよね。いや楽しいよ。ね、乗りたいんだよ。でもこう東京都内で乗ろうとすると、やっぱそんなおもろくないのよ。いやまあね。そう、もう車多いし、もうすぐずっと信号だし、待っとくだけ。そうでもうさ、夏とかになるとさ、涼しいと思うじゃん、バイクって走ってると。あれはずっと走ってりゃ涼しいんだけど、もう信号待ちした時の前後左右から来る車の排気熱と自分の股間にある自分のエンジンの排気熱で死ぬほど暑いのよ。なるほどね。そうだから東京だとねなかなか難しいかも。遠出だったら。そう、遠出はやっぱ気持ちいい。海の方行ったりとかね。そうすごいいいですね。いや乗ってみたいな。いやね、これもちょっと頑張ってください。ということで、こんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話だろうなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話をお待ちしています。それでは今日はラジオネーム猫屋さんの友達の話からこちらを選曲しました。モートリークルーで Girls Girls Girls。 スパイエアのマサラカ。お送りした曲はモートリークルーで Girls 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 でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もたくさんお悩み届いてます。ありがとうございます。ラジオネームなかしーさん。はい。私はおよそ6年前に離婚しました、このことを私は当時94歳だった祖母に、年を重ねるごとに元嫁のことは忘れるかもだし、今変に言って心配させん方がいいかと思って伝えませんでした、でもそれから帰省するたびに、嫁さんは禁車なんと言われ続け、その度に介護施設で働きよけん仕事休めんと苦しい言い訳をしてきました、そんな祖母も現在99歳。すごい。今年の10月には100歳を迎えます。まだまだ頭はしっかりしており、すごい。もう6年は会っていない元嫁の名前も未だにしっかり出てきます、今更というもの、ということもあり、このまま離婚したことは黙っておくか、どこかのタイミングで言った方がいいのか悩んでます。なるほどね。いやこれ言った方がいいんちゃう。多分ね、ばあちゃん分かってる気するよ。そうなのかな。いや分かってんじゃない、さすがにさ、だからやっぱりこうもうさ100歳よ、すごいじゃん。そんな1世紀超えた人に嘘なんかついちゃダメよ。バレるよ全部。もうそんだけ頭もしっかりしてるんだったらさ、頭しっかりしてんのね、すごいよ。バイク乗りかな。ワンちゃんおばあちゃんバイク乗ってる。すごいな。バイク乗ってたんかな。いやでもすごいわ、100歳は。100歳か。うわどうなんだろうね。いや俺は行った方がいいと思う。なんならやっぱりさ、もう99歳ってその変なのさ、いつこう亡くなられてもおかしくない年齢じゃん。でほとんどの人はもう亡くなってる年齢よ。そうだね。平均寿命はとっくに超えてるね。そうで、自分中し的にも、言えなかったって急にさ、要は亡くなっちゃった場合、後悔が残るしさ、ばあちゃん的にもさ、知らなかったら別にそれはそれでいいんだけど、もうこれ分かってた場合よね。中し言ってくんなかったじゃんで最後終えちゃうわけだから。そうね。やっぱこれもうお互いにこうすっきりしとかないと、もう関係ないよ、その過去のいざこざなんかさ、いざこざじゃねえや、過去を隠しちゃったなみたいなさ、気持ちなんかもうだって100歳なんだもん。まあ
ね、100歳のうちのたかだか6年の話だから、ばあちゃん気にしないよそんなことあ、そっかってなるだけだよそう知らなくてもそうだったんかみたいな。意外とケロッと受け入れてくれるんじゃないかな。いやそうじゃないかなと思うけどね。まあ受け入れてくれなくて心配するようなことでもないしね。そうそう。で最後に多分ね、もしね本当に何かのタイミングがなくなっちゃった場合に多分お互いにこうなんかね、そういう後悔の念みたいなのが残るの良くないと思うからね。本当そうだね。本当に心配、そのぐらいの心配でくたばるようなばあちゃんじゃいやそれはそう、それはそう、大丈夫だと思う。すごいよ、1世紀よ1世紀生きてんだよ。今年の10月に100歳ってことは、1926年生まれってことだ。100年だよ。いやすごいね。やっべえよマジで。戦争も経験してる。経験してます。だからもう本当にこのおばあちゃんには話をいっぱい聞いといた方がいいと思う。聞いた方がいいよね、昔の、本当にまあ俺もじいちゃんいたけどさ、もう亡くなっちゃったけど、いやじいちゃんから聞く戦争の話とかさ、もう衝撃だったもんね。いやそう、俺もじいちゃんが1925年生まれだった。じいちゃんめっちゃ長生きやね。でももう俺がいくつだったっけな、19、20歳ぐらいの時に亡くなっちゃって、でもじいちゃんはね、足と片耳がちょっと悪くて、その徴兵に行けなかったんですよ。なるほどね。だからでもその分、その兄弟がたくさんいたから、その兄弟そういうね、自分のやるせんかった話とかを泣きながらしてくれた時とかはめっちゃこうやっぱリアル感じたし、いやそうね、それが自分の血と血がつながってる人たちなんだと思ったら、そうみんなが言ってんだからね。それはね本当にね話聞いといた方がいいと思う。いや本当に、いや中し言った方がいいと思う。まあいいよ、大丈夫大丈夫だよ。そんなばあちゃん弱くないからということで番組では皆さんからのお悩みを募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでアウェイクです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい、いやなんか最後いい良き話でした。なんかでも七夕から始まります。いいよ、もう100歳の誕生日企画やろうぜ10月に中椎のばあちゃんのすごいよ、ばあちゃんの100歳記念。100歳ってすごいもんマジで。100歳ってとんでもないね。とんでもないよ。だって俺が100歳になった時ってあと2098年。あと2年行きたいね。あと2年行きたいね2100年行きたいね。そうね、本当にドラえもんがいるのかそうねいやすごい、ほんとすごい話を聞けたわ。なんかね、まだまだね、本当にこういうお悩みとかでも俺らね、なんかそうやってね、いろんなこと気づけるから、ぜひ送ってください。お願いします。現在スパイア単独野外ライブ Just Like This 2025を収録したブルーレイ DVD プラス CD 発売中です。そして今年の Just Like This 2026は日本と韓国での開催です。 Day1 韓国は9月5日土曜キンテックス第2展示場公面広場、 Day2 日本は9月26日土曜山梨県河口湖ステラシアター、そして、現在アニメ追放された天聖重騎士はゲーム知識で無双するオープニング主題歌アウェイク配信中です。はい、いやついに始まりましたね。始まりましたね。本当にこっからが楽しみですはい、皆さんぜひチェックしてください。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。